古いエンジンオイルをリサイクルしたり、コストコに立ち寄ったりしてみたいと思います。最近開封動画など続きましたので、今日はねバンクーバーの街並み映しながらぶらりとドライブをしていろいろことを済ませたいと思います。癒されますね。割と近くにあるフレーザーという川です。春ももうそこまでというところに来ています。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウエストエンドです。だんだん暖かくなってきますと、車の修理整備もねやる気が出てきます。この夏も頑張っていろいろ直していきたいと思います。今日気づいたんですが、以前紹介した牽引フック、このカバーがどっかに飛んでいってしまいました。これもうパーツをオーダーするしかないですね。はい、やってきました。こちらは僕の家から30分ぐらい乗ったところにあるリサイクルセンター。先日 BMW X5 のオイル交換をしました。廃油が溜まっていましたので、ちゃんとねリサイクルをしようということでやってきました。前回のオイル交換ではオイルフィルターも一緒に交換したので、だいたい7リッターぐらい廃油が出ました。アンチフリーズとありますので、ここはクーラント冷却水のタンクになります。はい、ありました。モーターオイル。ここがエンジンオイルの廃油を捨てるタンク。結構じっくり撮影したんですけど、寄るとね、寄っただけだいぶ汚いので、特に汚かったシーンは割愛してます。あと電池も一緒にリサイクルします。はい、次はコストコに行きたいと思います。ここからもう1分ぐらい運転したところにあります。はい、やってきました。コストコ。食料品も車用品もね、とにかく安いのでついつい買いすぎてしまう。こちらは以前紹介したガラスクリーナー。左側に見えているのが潤滑油ですね。日本でいうとクレ556のあれですね。そしてこのエンジンオイル、実はちょっと前に撮った映像です。めちゃくちゃ安かったので、もうその時に買っちゃいました。カストロール 5W30、5リットル入っ
て27カナダドルなので2300円とかそのくらいでしょうか。 5W30 の横に US と書いてます。アメリカ産ということなんでしょうかね。10リットル買っておきました。6、7リットル1回で使うので、次のオイル交換だいたい4000円ぐらいの計算になるのかなと思います。ちなみにバンクーバー建設ラッシュで、このように至る所に高層マンションのクレーンが立ってます。右手にトヨタカナダのディーラーが見えます。こっちでね、めちゃくちゃ日本車高いです。そして水素で走る燃料電池車未来もね、見えました。第2世代のコンセプトカー出てましたが、あれもね、かっこいいですよね。水素ステーションは日本ほどまだ立ってなかったと思います。そして我が愛車 X5 は廃屋ど真ん中。ここのところ景気回復の兆しなのか、ガソリン代がめちゃくちゃ上がってます。日本円で155円とかそのあたりでしょうか。一時期はリッター100円とかだったんですけどね。Apple Pay で支払える上限を超えてしまったので、満タンにギリギリ届かず。左上に見えるのは電車用の高架です。ゆりかもめのように自動運転でスカイトレインと呼んでいます。今度スカイトレインからの景色動画にしてみようかなとも思ったりしますが、いやー、見られなかったらへこむのでやめておこうかな。右手にはフォードのディーラーが見えます。ピックアップトラックの修理動画いつかやってみたい。というわけで今回はまったりとドライブをしていろいろね用事を済ませたという動画になりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。このドライブの映像とともにお別れです。それではまたお会いしましょう。子供と散歩に行っていましたが、桜が4分咲きぐらいです。また満開になりましたらシェアしたいと思います。